ズバリSR009S を超えるフラグシップを開発するという目的で、作ったモデルです。開発の着想になりましたのが、大型の金属メッシュ電極というものが、キーのデバイスになります。この金属メッシュなんですが、もともとですね、1970年に発売した SRX というモデルに、搭載されたのが始まりです。金属のメッシュというのはですね、空気の、抵抗や反射というものを抑えながら、音を通過させるのに非常に理想的な素材です。こちらがですね、1993年にこの金属メッシュをさらに大型化して、その時のフラグシップという形で搭載しようとしたものが、SR オメガというモデルがございます。こちらの SR オメガなんですけれど、金属のメッシュの電極をですね、大型化するとですね、今度逆に強度が足りなくなってしまうという問題が出てきまして、こちらをですね、オメガの時にはですね、金属のメッシュに補強を施すという作業が必要だったんですが、こちらの補強を施す作業が、一つ一つ手作業ですごく精度の高い、作業を要求されまして、なかなかですね、安定した量産に結びつかなかったというような歴史がまずあります。ただですね、金属メッシュのですね、特性というのは非常に良いものがありまして、その後もですね、なんとかして製品に搭載できないかということを考えてたんですが、新しい、固定電極、MLER というものを開発するんですが、そちらのですね、製造技術がですね、この固定電極に金属メッシュを搭載するにあたって非常に効果的な、製造方法という形になっています。今回ですね、SRX9000 に搭載される固定電極というのがこちらのパーツになります。一見ですね、1枚の金属パーツに見えますが、実際には、
4枚のステンレス板を、組み合わせる形になっています。金属メッシュがこちらになります。こちらの金属メッシュと、3枚のステンレスの固定極パーツ、を、1枚合わせてこのようなパーツができます。こちらをですね、組み合わせる技術なんですが、熱拡散結合という技術を用いています。こちらの熱拡散結合という技術なんですが、真空の状態下に、置きまして、高い温度をかけて、ゆっくりとプレスすることによって、金属を、分子レベルで結合させることができる。こちらのメリットなんですが、一切接着剤を使わないという、作業で、発着できますので、非常にリジットな1枚の、パーツが作れるというメリットがあります。はい、そうですね。前の世代のフラグシップモデル、SR009S の、振動膜に比べまして、面積ベースで 20% の大型化を実現しています。ヘッドホンリスニングで考えられる、音情感の限界まで調整しているというモデルです。はい。今回の SRX9000 ですが、すべての、パーツ、プラスチックを配して、金属のパーツで仕上げています。アークアッシー、通常のヘッドホンでいうとヘッドバンドと言われる弊社のアークアッシーと呼んでいますが、こちらの方をですね、ステンレススチールで作りました。で、さらにですね、肉抜きの、加工などをして軽量化をしながら、ステンレスを使っているので合成も上がっています。ステンレスのパーツというのはどうしてもですね、振動を拾いやすいのですが、今回アークアッシーの頂点の部分にですね、アルミ切削のスタビライザーパーツをつけることによって、ユニットから出てきた振動をまた実際にユニットに戻っていくっていう、戻りをこのスタビライザーをつけることで、いなすことができている。ヘッドパッドのですね、調整機構の部分もすべて金属を用いておりますので、非常に滑らかで確実なセッティング、頭へのフィット感を求めることができます。今回のですね、SRX9000 では、ガードメッシュのですね、取り付けに角度を持たせるような、設計をしています。こちら、ガードメッシュを捉えている柱があるんですが、こちらがですね、前と後ろで高さを変えることで、若干傾きをつけています。このことによって発音体から出た音波がですね、非常に角度をうまく分散させて、不要な音のニコリっていうのを生まないような形になっています。こちらチルトガードメッシュというデザインを弊社で名付けています。ガードメッシュの周りに、ネジで固定してるんですけども、デザイン上ちょっと目立たせようということでちょっと銀色にしています。でネジなんですけども、標準品のネジでもいいんですけれども、標準品だとちょっとネジのこの六角のネジを使ってるんですが、そのサイズがちょっとデザイン上いまいち大きすぎるということで、ちょっと小さめの六角にしたネジを、新たに起こしまして、でこれに採用しております。イヤーパッドの方はですね、スタックスの高級機に搭載されているような本革のタイプのものになります。で、今回ですね、ケーブルの方なんですが、着脱が可能な2ケーブルタイプのケーブルを採用しています。今後発展的にですね、ケーブルの洗剤などよりグ
グレードアップした際に簡単に付け替えて音の変化を楽しんでいただくようなこともできます。またですね、ケーブルの取り付けの部分ですね。こちらの部分が、従来のモデルですと垂直に真下に落ちていたんですが、今回、若干前に向けて角度をつけることによって、装着時、ケーブルが、下にぶら下がったときにですね、垂直に下ろしているときと、前に向けたときとですね、ちょっと比重のかかり方に差が出てきます。で、実際に前に向けて出したときの方が、ケーブルから感じる負担というのが少ない、という結果が得られましたので、今回少しケーブルの着脱部を前向きにつけるという工夫をしています。付属品が。そうですね。あとですね、今回ケーブルが着脱式だというふうに申し上げましたら、2.5 メートルの長さのものと 1.5 メートルの長さの2種類、付属させます。そうですね、やはり私としては外観や部材、パーツに非常にこだわりがあるのは説明した通りなんですけど、やはり音ですね。今回はこれまでですね、SR009S が46万円、税別で46万円というモデルで、それに組み合わせる T8000 というのが59万円台というものなんですけれど、まあ、今までどうしてもイヤースピーカーよりドライバーの方が高いという現象が起きてたんですけれど、ようやくフラグシップのドライバー T8000 よりですね、高い値段で登場してくるモデルですので、まあ、やっぱりその音の部分でですね、ようやく T8000 の持っているものをアウトプットできる、まあ、009S の時もですね、素晴らしいクオリティだったんですけど、さらにその上を行くような、リスニングを体験していただけるんではないかと自信を持っております。ぜひ聴いていただきたいと思います。続いて、町田さんも。昔 SRX がありまして、その時こういうメッシュの素材を使ってたんですけども、その時の音がものすごくスカッといい音がする。で、それの記憶がある、昔の方が多くてですね、ぜひともこのメッシュでやりたいという。で、今回これで実現したんですけれども、僕の感想ですけども、我々イヤースピーカーって呼んでるんですね、ヘッドホン。一番スピーカーの音に近いんじゃないかと、僕はそう思っています。私としては、あまりジャンルの得意、不得意っていうのは全然感じなくて、でむしろですね、やっぱり録音のこだわりがいいとか、制作者さんがすごいとんがってるとか、そういう音楽を聴いたときに、やっぱり今まで聴いていたシステムとは全然違うような聞こえ方がしたいとかっていう体験はあると思います。で、もう本当に、値段も値段なので、すごく、求められているものも大きいと思うんですが、実際それに応えられるだけの実力というのを持っていると思います。なので、自分の大好きな曲をですね、思いっきり、ボリュームを上げて、耳を痛めない程度ですけど、ボリュームを上げてですね、楽しんでいただければと思います。はい。はい。今度、町田さん。そうですね、やはり自分の一番好きな音楽を聴くっていうのが一番いいと思うんですよね。だからもう、一番好きないつも聴いてる音楽を、こちらで聴いていただければいいなと思ってます。そうですね、設計的にはエントリーのドライバーユニット 400S とかのやっているんですけど、それでも十分鳴らせます。やはり一番いい音で聴きたいとなると T8000 がおすすめです。でもなかなかそこも手届かないなっていうのは 700TS あたりになるかと思います。発売日ですが、2021年の10月8日に発売となります。価格なんですが、税込みで69万3000円となります。はい、
実際にですね、こちらの10月8日の発売というのが無事、実現しまして、ほっとして発売にあたってですね、コロナ禍の中でなかなか試聴会がやりにくいという状況の中なんですけれど、少しでもですね、お客様に聞いていただける機会をですね、設けるように努力してまいります。ですので、いろんなところで情報出ると思いますが、試聴会が行われる際にはぜひ足を運んでみて、実際に9000の音を聞いてみていただければと思います。よろしくお願いします。新しいフラグチップが出ましたんで、音も新しくなってますんで、ぜひ聞いていただきたいと思います。